3万超えたら5は好み。と、こんな前振りでわかっただろう。今回は高級機を紹介するぞ。というわけで、やっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。いかにインフレの時代とはいえ、イヤホンではまだ3万超えたらやっぱりでかい買い物。個人的には、3万円以上は、コストを考えずに自分の好みを追求できる、エンドコンテンツ的な価格帯だと思うんだけど。今回紹介するのは、価格7万円弱の、シンフォニオ PB10。シンフォニアムオーディオと名前が似てるけど、別のブランドだ。このブランド、開発力に優れる、というか、開発力に足が生えて走り出したようなブランドで、それぞれの商品の振動板には、大量生産できないような技術が使われた、かなり凝った商品ばかり出している印象がある。その中では、この PB10 は、ラインナップ中最も安価だったりもするな。なんせ、フラグシップは70万、ちょっと手軽に買ってみよう、とはいかない、上級ブランドだ。そんな、開発集団感の強いシンフォニオが、一年ほど前に発売したのが、PB10。このメーカーの商品、それぞれ新規にドライバから開発してるので、横のつながりが全くないので、このモデルに近い味を、他のモデルが持ってるかどうかはわからないんだけど、何はともあれ、一般人が気軽に立ち入れない、上級メーカーの入門機だ。雰囲気だけでオーディオをやっている軍団の代表として、ちょっと聞き込んでみたぞ。小手調べに外装から。PB10 の外装は、若干重量感を感じる金属製。フェイスプレートはレジン系の素材で、手作りの模様が封じ込められたタイプだ。最近はこの手のレジンフェイスプレートも、3D プリンタの普及で安価になってる印象はあるけど、やっぱり手作りの方が丁寧な仕事に感じるな。大型平面駆動モデルとしては、しっかり本体形状はうまく絞られていて、不満点を感じる作りになってない。装着感は結構良く、耳に負担がかかるような印象はなかったが、本体ハウジングにそれなりに重量があるので、音質を重視していると思われる。この価格帯なので、ノズルまで一体成形だ。それから、付属のケーブルも、この価格帯だったら当然なんだけど、しっかり実用的なものがついてくる。この価格帯なら、追加出費なしでしっかり性能を発揮できるのが前提だが、そこはしっかりクリアしてる印象だな。ちなみに、付属ケーブルはプラグ交換できないんだけど、4.4mm プラグがついてきた。本体側はフラットにピン形状だぞ。取り回しに関しては、問題のない形状と、音質を重視して、若干重量がある、という情報が大きい。重めのイヤホンは、それによって、音質に特徴を出しているものも多いので、これが音色の評価にどう響いてくるか、が重要だな。では、この価格帯で最重要な、音色について見ていこうか。シンフォニオ PB10 は、大型の平面駆動ドライバと、BA ドライバを組み合わせたモデル。現在では、セレストガミホなど、10mm スクエア平面ドライバと BA の組み合わせは、低価格でも、いくつかのブランドで見ることができる。ざっくり言ってしまうと、それらの親玉のようなサウンドだな。BA 平面ドライバのイヤホンとしては、TRN 弦部なんかがあるんだけど、このイヤホンは、その弦部のレベルを最大まで上げたらこうなるのかなと感じるような一台。また、ノーマルな平面駆動イヤホンとも比較したかったので、支部がナイチンゲールと比較してみたんだけど、ナイチンゲールより少しメリハリがあって、元気な印象を受けた。こういうところは、ハイブリッドらしさと、それから、ハウジングに重量があることによる、響きの違いが影響していそうだ。PB10 のサウンドは、もともと、細かな表現力を持つ平面ユニットに、BA ドライバで高音の切り分けに、補助を加えたような印象だ。これは、低価格モデルの平面駆動と、BA の組み合わせを実践したモデルと、味が近くて、高解像感の平面駆動らしさに、金属音などのさらなる伸びと分離感を付与したようなスタイルが主張される一台だな。アルミハウジングのライバルたちに比べて、装着感を若干犠牲にしても重量を出しているのは、この状態でも、キンキンと金属音や刺さる音が目立たないようにするためかな？結構刺激的なバランスだけど、刺さるような音はない。ナイチンゲールより、落ち着いており、音に厚みを感じられる。でも、これだけだと、のんびりした音になるので、BA でムチを入れてるようなバランスの印象だった。重量のある外装のおかげで、高音が伸び伸びならず、精度が加えられているように感じるな。インピーダンスが低いので、ノイズ対策がしっかりされてる DAC アンプに組み合わせると、一気に実力を発揮する。出力はそれほど必要ではないけれど、このイヤホンに見合うグレードは必要かもしれない。安価な平面駆動ハイブリッド。TRN 弦部と比較すると、弦部でブレーキがかけられずに、刺さる音が出る場面でも、シンフォニオ PB10 だと、しっかり止まる印象。逆に、暴れ放題暴れてほしい、高音が元気なのが好きな人だと、弦部の方が好みの場面もあるかもしれないな。ただ、どうしても価格に大きな差があるので、PB10 の方が総合的な完成度は高い印象だった。今度は割とお高めの、平面駆動のみのシンプルなドライバー、支部がナイチンゲールと比較してみよう。ナイチンゲールは今自分が手持ちの中で、最も気に入っている、高価格帯の平面駆動モデルだ。
全体にソリッドな印象だけど、一部低音や、ボーカルには厚みも付与してくれる印象。ここのメリハリは、BB10 の方が上手。BB10 とナイチンゲールは、外装素材が異なるので、この響き方のせいだと思うんだけど、軽めのナイチンゲールでは、高音域がより綺麗かつ主張するんだけど、BB10 はよりウォームな音や、ボーカルの厚みなど、しっとりとしたサウンドにも対応できるようになってるぞ。もちろん、ナイチンゲールはナイチンゲールで、ドライさを漂わせながらも、それらを鳴らしきるポテンシャルがあるんだけど、より密閉感とパワフルさを求める場面では、BB10 の方が優れるな。どっちが好みかによって、自分の中での評価が入れ替わるモデルだと思う。平面駆動のハイブリッドは、ピエゾツイーターを組み合わせたモデルもある。ちょっと懐かしいモデルだけど、ラクトゴフック X と比較してみよう。フック X はとにかく強烈なパンチのあるピエゾ平面駆動のハイブリッドなんだけど、それに比べると、スローな曲もこなせるのが BB10 という印象。ナイチンゲールがドライよりの平面駆動の平均的なターゲットを狙いに行ってるとすれば、フック X は超ドライ系。フック X を有名レビュアーの HBB 氏が調整した、青いバージョンがあったんだけど、それに近い。ただ、こちらの方がフック XHBB よりも密閉感があって、中低音域の盛り上がりがよりしっかり派手になる印象だな。初代 TRI-i さんとかにも近いけど、高音域の制御のうまさは BB10 の方が印象が良かった。このイヤホン、3万円以上のクラスらしい、隙のなさが前提にあって、その上で、金属音は BA の力である程度ブーストされつつ、重量のあるハウジングのおかげで、暗い音もこなせる平面駆動として仕上がっている。低音域に関しても、ある程度パワーがあって、台形ダイナミックドライバーほどではないけれど、しっかり沈み込みもこなせるな。ただし、クラシックなどに向いていて、電子音楽などの極端な表現には向いていない。それらを楽しみたいなら、フック X や低価格平面駆動ハイブリッドのような、少し極端に振ったモデルを触った方が良いだろうな。なんせ、価格が価格なので、手放しで褒めることはできない。故に、このバランスに、愛する楽曲がうまく刺さる人ならば、BB10 は購入に値すると思う。コストを従前にかけた、平面駆動 BA が聞きたい。重量のある金属外装で、しっかり残響が伸びすぎないように制御されていてほしい。密閉度が高いものが欲しい。ここら辺の需要がある人が、懐に余裕がある時に、検討してみてほしいぞ。と、こんなところかな。この価格まで行くと、本当にあとは本人が満足するか、納得するか、の要素が大きいので、このレビューが、その判断の一助になれば幸いだ。ここら辺が感覚派ざっくりレビュー等の限界だな。とはいえ、パラメーターよりも、ファジーな評価が役に立つ時もあるかもしれないから、あるのか本当に深くは考えないでおこう。といったところで今回はここまで。